ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。皆さんこんにちは。今日は呼吸の力と重要性というテーマで話していきたいと思います。で、呼吸って結構すごいなと思っていて、というのも、自律神経系の中で唯一自分自身でコントロールができるものだっていうことです。で、つまりその心臓とか、何も生体維持のために常に動き続けているものってありますけど、それいろんなこの内臓とかの臓器もそうですね。心臓もそうですね。で、呼吸もその一つです。で、呼吸をやっぱり止めてしまうと、もうあの世に行っちゃうので、ただ呼吸だけは自分で深く吸ったりとか深く吐いたりとか、で、あるいは1分間止めてみたりとか、自分自身でコントロールができるんですよね。そこが結構不思議なところで、だからそれを使うことによって自分の力を最大化することができるし、で、いろんな健康的なところにも寄与するってことが分かっています。で、自分がいつもヤッホーみんな息してる息しかしてない時丸ですっていうのをね、言ってるんですけど、これ一応初見の方にちょっと一応説明しておくと、一つはね、テンチムさんですね。はい。やっぱテンチムさんがね、やっぱ YouTube 界の女王みたいなとこちょっとあるじゃないですか。で、私天才テレビくんの時からの割と世代なので、まずテンチムさんへのリスペクトが一つ入ってると。ヤッホーみんな息してるってテンチムさん言ってますよね。今言ってるかわかんないけど。で、そこの、まずリスペクトがありながら、で、息しかしてない時丸ですっていうのは、僕が、ヨガばっかりやってるっていうことと、で、あとは、この何もない部屋でね、暮らしているので、本当に何もしてなくて、息しか。で、それを一番表すのにいいかなと思って、たまにふざけて言ってる挨拶なんですよね。だから意外と一言の中に、いろんな意味が実は込められていると。ヤッホーみんな息してる息しかしてない時丸ですってことです。はい。で、それは置いといて、で、ヨガの文脈とかでやっぱり呼吸は重要だ、呼吸は重要だって、ずっと言われていると思うんですよね。で、クラスに行ったことがある方もない方も、なんか重要だと。でも、それって本当に重要なのかと。本当に聞くのかみたいなことってあると思うんですよ。なんとなくスピリチュアル的なとこでね、ただ呼吸をしっかりすれば、気分が良くなりますよとか、精神が整いますよってね、言ってるのかなっていう風潮がありますけど、そういう文脈で呼吸が語られている中で、呼吸をね、むちゃくちゃ研究した人がいます。しかも科学的に。で、それがやっぱりこの本ですね。もう読んでる方いるかもしれませんが、はい、ブレスという本です。呼吸の科学っていう本で、ジェームズ・ネスターという方が書いています。で、僕自身もこの本を結構前に読んで、で、それから改めてですね、呼吸について考えるようになりました。なので今日はこの本をもとに、じゃあ呼吸がどういう風な力があるのかとか、で、人間の体の構造とどういう風に密接な関わりがあって、どういう風に効いてくるのかみたいなことを話していきたいと思います。で、もう一つ参考文献として、ちょっとヨガのことがあんまりわからない人は、このですね、こういう映画があります。聖なる呼吸っていう映画があります。ヨガのルーツに出会う旅っていう副題がついてるんですけど、この聖なる呼吸は、今の現代ヨガを作ったベースであるね、クリシュナマチャリアさんっていう人、で、そこから派生した、パタベジョイスさんとか、アイアンガーって方がいるんですけど、その方々を巡っていくっていう風な旅です。で、結構ドキュメンタリーチックで作られていて面白いので、ぜひヨガとか呼吸のことをもっと知りたいって方はこちらも参考にしてみてください。ちなみに僕の先生が、字幕の監修をしています。で、呼吸の話なんですけど、このブレスっていう本の中では、まずね、結構面白くて、この主人公というか書いてる著者の方が、まず鼻にですね、詰めるんですよ。詰め物をして無理やり。で、実験するところから始まります。自分自身が人体実験する感じですね。で、両鼻をもう詰めて、鼻で呼吸をできないような状態にして、それで1週間生活してみるってことを実験的にやります。で、つまり常に口呼吸だけで生活をするってことをやるんですよ。で、そこで、ものすごくね、疲れたりとか、もう病気になったりとか、ものすごい体に悪影響が出るってことを身をもって体験して、で、そこから、じゃあやっぱ鼻呼吸ってすごいんだなっていうところから、呼吸を巡る旅みたいなものが始まって、で、いろんな世界中の呼吸法をね、実際にインタビューしに行ったりとか、で、自分の中で科学的なね、数字を取ったりして科学的に実験をしたりして、いろんな呼吸の力みたいなものをこの本の中で紐解いていくっていう風な流れです。で、やっぱり鼻呼吸がベースであるっていうことです。ヨガでは特にですね。自分自身もアシュタンガヨガっていうヨガをやってるんですけど、もう基本的に鼻呼吸がベースです。だからもう口はもうずっと閉じた状態で、
もう1時間半ぐらいのまで、その練習中はもうずっと鼻呼吸で呼吸をするっていうことです。で、僕はそのヨガをやり始めて最初太陽礼拝から入って、7年ぐらいそれやってて、で、そこからアシュタンガの道に入ったのはもう2年ぐらいなんですけど、そのアシュタンガを学び始めて、で、先生についてからようやくその呼吸についてしっかり教わったんですよ。で、それからますます呼吸について意識をするようになって、今では日常的にというか、もうほとんど口呼吸をすることはないですね。で、やっぱりこういう風に喋るときなんかは、口からね、結構量入ってるとは思うんですけど、例えば散歩するときとかランニングするときとかでも、基本的に鼻呼吸。で、あまりに息が上がってきて、もう呼吸がこれじゃ、鼻じゃ追いつかないなって時にようやく口を使う感じです。で、そうするとこれ結構不思議で、山登ってる時なんかもずっと鼻呼吸なんですけど、疲れなくなったんですよ。で、これはもう自分自身の体験としてあって、本当に疲れません。結構びっくりするくらいに集中できるんですよね。その散歩とかランニングとか、ヨガはもう通常になってますけど、ハイキングとかでも、すごく疲れなくて、ゆっくりですね、スタミナを維持したまま歩いていけるっていうことができるようになりました。で、あとはこれ気分的な問題なんですけど、やっぱり、その山の中とか自然の中、森の中を鼻呼吸だけで歩いてると、やっぱりその匂いとか、その森とか木の香り、草の香りみたいなものが、ダイレクトに感じられて、そういう空気中の、エッセンスみたいなものが、鼻を通してね、入ってきてる感覚が得られるんですよね。だから、よりその自然と一体化できるというか、自然の中で、深く楽しむことができるようになったなと感じています。で、本の中からちょっとかいつまんで話すと、まず、動物界で、哺乳類の中で、口呼吸をするのは人間だけだっていうふうに言われたりしてます。で、これやっぱり犬とか猫とか意外とその口を出して、舌を出して、はぁはぁ言ってますけど、あれはその体温調節、温度調節の目的が大きいらしくて、で、基本的には口を閉じて鼻で呼吸をしていると。で、他の猿とか、タヌキとか、クマとか、そういうものもそうですけど、哺乳類が基本的に鼻呼吸です。で、人間だけがやっぱりその口呼吸をしていると。それはやっぱりその脳が発達して喋れるようになってから、口呼吸が盛んに行われるようになったっていうふうなことを書いてますね。やっぱりその身体の進化とものすごく関わっているところはあって、呼吸が。で、それはまず最初に火を使うようになって人間が。で、いろんな食べ物を調理するようになって、で、柔らかい状態で食べれるようになったんですよ。で、それまではものすごい硬い肉とか、硬い木の実とか、シーフードみたいなものを多分食べていたと思うんですけど、火を使えるようになってから、柔らかく煮たりとか焼いたりすることができるようになって、で、それからですね、だんだん柔らかくて高カロリーなものを摂取することになって、今度脳は大きく発達して、その分、気道は狭くなったらしいです。だからやっぱ噛む力とかが若干必要じゃなくなるので、その部分は退化して、だからこの気道とか喉とかの空洞が狭くなって、で、筋力も弱くなって、でも脳は発達するっていうことが起きたとされています。で、印象的なフレーズがあって、サピエンスは食べ物を簡単に喉に詰まらせて死んでしまう唯一の動物だと。唯一の人種であるって書いてますね。人類種であるって。だから他の動物は食べ物を口に詰まらせて死ぬってことがないらしいですね。だからそれほどその気道が狭くなって、そこに詰まるような状況になっていると。で、飛び飛びになっちゃいますけどね、今度口呼吸のところで、やっぱ鼻呼吸をするように訓練するだけで、トータルの運動強度を半分に減らして、持久力を大幅に向上させることができるっていうふうな実験結果、報告がありますね。で、なぜ鼻呼吸が大切かっていうところなんですけど、やっぱそれは空気をきれいにすると。まずその浄化効果が高い。で、そして温めて空気を温めて湿らせて、で、呼吸しやすくなるから。よく口で呼吸すると雑菌が入ってきて風邪をひきやすいとか言いますけど、風邪とか病気とかウイルスに関しても鼻呼吸するだけでものすごく軽減できるんですよ。これだけで、本当に。で、鼻呼吸が他に果たす役割というのは、血圧を下げたりとか、あと消化を助けたりするホルモンや化学物質を出す力が強くなったりとか、あとは女性の月経周期を段階的に調整したりとか対応したり
する力が上がるっていうこととか、あとは心拍数で足の指とか足の血管とかを広げて、記憶力も高めるっていうふうに書いてます。だから鼻呼吸の効果がものすごくね、最初の方で、書かれてるんですけど、もうそれだけすごいね、力があると。で、やっぱりその左と右でですね、結構その効力が違っていて、で、右から入った空気っていうのは基本的に左脳に刺激を与えると。で、左から入ったものは右脳に刺激を与えるというふうにされています。で、鼻のその粘膜には結構そのいろんなその刺激物質というか刺激するセンサーがついていて、なのでその呼吸によってその脳が刺激されているってことが毎回ですね、行われていると。でもその片方の鼻が詰まってる方いると思うんですけど、これ自分自身もそうなんで、どちらかというとその右が詰まりやすいとか、左が詰まりやすいとか人によってあると思うんですけど、だから例えば右が詰まってる人は左脳ですね。左脳の働きがちょっと弱まっているとか、で、今度左ですね。左が詰まっている人は今度右脳ですね。右脳の力が弱まっているとか言われていると。で、大体その右脳と左脳っていうのは、よくさ、その右脳はその芸術的な分野とか、なんか感情的なところに関わっているとか、で、左脳はその計算とかですね、理論的なところに関わっているっていうふうに言われますけど、だからそういう、自分にとってそのね、弱い、強いみたいなバランスが崩れていたりするので、それもですね、呼吸法で、ちょっと調整することができたりします。で、我々の体が最も効率的に働くのは、バランスの取れた状態。それが、両方がバランスの取れた状態にある時だっていうふうに書いてますね。で、あとはその吐くことが結構大事だっていう、吸う空気っていうのは、勝手に入ってくるんですけど、吐き切ることによって、中のものが入ってくると。で、毎日数分間、屈伸と呼吸をするだけで肺活量が増やせるって書いてます。だから結構トレーニングとしては、ちゃんとしっかり呼吸をして屈伸をするだけで肺活量が増えていくと。で、あとはその持久系の運動ですね。ランニングとかですね。あとその水泳とか、そういうものでも肺活量、肺の力みたいなもの、呼吸の総量みたいなものは増やせるっていうふうに書いています。で、呼吸はなるべくゆっくりと行うってことも書いてますね。第5章、ゆっくりと行う。で、これはね、結構面白いことが書いていて、二酸化炭素の量が大事らしいんですよ。で、二酸化炭素っていうとどうしても悪い風に取られていると思うんですよね。酸素を取り入れて、循環させて二酸化炭素として出すみたいな、ことが呼吸の基本だと思うんですけど、ただその二酸化炭素というのは意外とその人間のメカニズムに深く関わっていると。で、呼吸をゆっくりすることによってその酸素の交換が少なくなるので、体内の二酸化炭素濃度が上がるというふうにされています。で、上がると結構頭がクラッとする感じとか、例えば高い山に登っていて空気が薄くなっている状態っていうのは、二酸化炭素が、濃度が高くなっている状態なんですけど、そういう時って、生命を維持するための集中力が高まったりとか、結構危機的な反応を体が起こすようになるんですよね。つまりアスリートたちが低酸素トレーニングとかってやってると思いますけど、で、あれは低酸素の状態でトレーニングすることによって、肺活量とか二酸化炭素に対する許容度を上げるっていうふうなことなんですけど、で、ゆっくり呼吸をするっていうことは、つまり低酸素の状態を作り出すので、それは基本的に高地トレーニングとか、そういう低酸素トレーニングをやっているのと同じような効果があるっていうふうなことも書いています。だからこれ読んで僕気づいたのが、自分の実践で、やっぱりアシュタンガヨガっていうのは、もう呼吸の回数が決まってるんですよ。そのポーズに合わせて。で、太陽礼拝とかでも全部吸って吐いて、吸って吐いてで、吸って吐いてで、決まったところで5回呼吸をして、で、もう1回ビニャサっていうね、次のアーサナにつなげる動きに戻るっていうふうなことを繰り返して、1時間半ぐらいずっとそれを行うんですけど、やっぱりどうしても苦しくなるんですね、途中で。で、これも、同じカウント通りにできないなっていうことが、最初起こるんですけど、でもそこを結構我慢してクリアすると楽にですね、全体が一つの呼吸みたいな感じで楽につなげることができるようになってくるんですよ。で、それはやっぱり、これ読んだ時に、自分が低酸素状態にあるんだなって思いましたね。だから酸素がつまり少なくなって、でもそこで次につなげていく力とか、そこでポーズを保って次に最後まで終わらせる力みたいなものが、危機的に発揮できてやれてるみたいな、そういう感覚。で、この本の中でも実際にインドのヨガ業者の話だったりとか、あとはチベットの仏教徒がどういうふうな呼吸法をしているかとか、
あとはその侍ですね。侍がどういうふうにやってるかとか、あとはそのアメリカのネイビーの人たち、軍隊の人たちがどういう呼吸法をしているかっていうのを、リサーチして、で、その具体的な方法が書かれています。で、一番最初に映画からちょっと引用しましたけど、聖なる呼吸で出てくるアイアンガーさんもですね、実はあの人もものすごくその体が弱くて、で、子供の頃は結構病弱な子供だったらしいです。で、そこからヨガを習い始めて、で、呼吸の方法、呼吸の仕方を学ぶことによって、健康を取り戻して、あれだけのヨガの指導者になったっていうふうにされてますね。で、そのことも書いています。ちょっとネタバレにはなってしまうんですけど、この本で書かれているその呼吸の結論っていうのは、完璧な呼吸みたいなものをこれで求めているんですけど、それは1分間につきだいたい 5.5 回呼吸するっていうふうなものが完璧な呼吸だって言われてる。だから、ゆっくりで全然遅いんですよ。で、つまり、1分間に 5.5 回っていうことは、5.5 秒で吸って、5.5 秒で吐くっていう。これ実際そのタイマーでやってみるとわかるんですけど、5.5 秒で吸うって結構長いんですよね。1、2、3、4、5で吸って、また1、2、3、4、5で吐くっていうこと。これをね、やるとね、結構きついんですよ。でもこれくらいの回数が実は、いい呼吸なんだってことが結論としては出ています。で、これヨガをやってる間では結構ね、これくらいの呼吸数になってるなと思いますね。ただ結構早足で散歩している時なんかに 5.5 秒で吸って吐いてを繰り返していると、結構ね、瞑想状態に入ることができます。苦しいけど、最初は苦しいけど、これやってみると面白いので、ぜひ歩きながら、できる人は試してみてください。健康レベルをね、上げることにやっぱ呼吸が重要だみたいなことが、書かれていたりとか。で、例えばその10種類、一番ね、最も一般的な10種類の癌のうち、8種類がやっぱりその長期的なストレス状態で、血液が正常に流れなくなった臓器に対して、起こるっていうことが分かっている。で、やっぱりその呼吸っていうのは、自律神経系を整えるので、もうストレス軽減になるし、それ自体が。で、そういうふうな病気の、予防にもなったりするっていうふうに書かれています。あとはチベットのね、ネパールの方にある、伝説的な呼吸法、ツンモっていう呼吸法があるんですけど、もうそういう呼吸法が紹介されていたりとか、で、あと最後の付録の方では、鼻歌がね、結構いいっていうことが書かれていたりとか、で、口を閉じて、その鼻歌を歌うことによって、鼻腔内でのその一酸化窒素の放出を15倍に増加させると。で、この必要不可欠な気体を増やす方法、何よりもシンプルな方法があると。で、鼻歌ですね。鼻歌がいいってことも書かれていて、口を閉じてね、その鼻歌を歌うことによって、鼻腔で一酸化窒素の放出を15倍に増加させる。で、それをやるには、普通に息をしながらどんな歌でも音でもいいので、ハミングをする。1日に5分ぐらい。それくらいを行うと、で結構バカバカしく思えるけども、鼻歌が実は結構いいんだみたいなことが書かれていたりします。はい。そんな感じでちょっと語るとキリはないんですけど、呼吸の力っていうか、呼吸がものすごくね、重要だっていうことが書かれています。で、自分自身も今日ね、朝、ヨガを終えて、その後座って瞑想したんですけど、やっぱいつも鼻呼吸で、やっています。で、いびきとかね、もそうですけど、やっぱりその口呼吸っていうのは、寝ている時にいびきの原因とかにもなりやすかったりするので、で、やっぱり少しずつ、どうしてもその鼻がどうしても詰まってますみたいな人もいるとは思うんですけど、トレーニングとね、あとその食事とか運動の改善をすることによって、そういうものは徐々にですね、解消されていくと思うので、自分も結構ね、昔鼻炎気味だったんですよ。結構鼻炎気味で、よく耳鼻科行ってたりとか、通いっぱなしだったんですけど、最近はね、もう耳鼻科とかほとんど行ってないですね。だから割とその鼻の通りも良くなって、その鼻呼吸がもう、身についているので、そのおかげかわからないですけど、日常生活がですね、結構楽に行えていると感じています。だからもしね、その口呼吸をして結構疲れやすいんですとか、結構風邪ひきやすいんですって人がいたら、意外とその口呼吸が原因だったりするかもしれないので、取り入れやすいところから鼻呼吸を取り入れてみてはいかがでしょうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは、息していきましょう。バイバイ。